日本の文化はいいですよね。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。今日は日本の伝統文化について周り先生の呼びかけがあります。その話です。日本の文化っていうのは普段はあまり意識はしていませんし、私が外食するときにはインド料理、中国料理、タイ料理、イタリアン、フレンチといろいろありますね。和食は少ないかな。お寿司は食べますけど、洋服も普段はスーツですし、正座の習慣もありません。そんな私ですが、それでも日本の伝統文化について語ってみようと思います。日本の伝統文化を考えるときには、やはり海外の伝統文化の比較というのもありますね。私たちが海外に行ったときどうでしょう。その国の文化に触れるととても新鮮です。建物が美しく、食べ物も美味しいと感じます。逆に日本に海外からの方がいらっしゃったときには、日本のこの素晴らしい文化を見せたい。超越瞑想はインド発祥ですが、今回日本にインド文化を持ち込むという話ではありません。一応お伝えしておきますね。さて今日は超越瞑想の本の297ページ、電子書籍版ですと第3部生きる技術の第10章、善と悪のところです。読んでみます。どんな国にも固有の伝統があり、人々は独自の宗教や信仰を持っています。子どもたちには生まれた国の伝統、宗教、信仰についての理解を与えるべきです。それぞれの国では時間をかけていろいろな文化が生まれてきました。日本の常識と海外の常識では違うところがあります。子育てとか食事のマナーなどでしょうかね。ところで伝統文化を大切にするというと、自分の地域のものを維持して他の地域のものを取り入れない排他的なイメージもあるかもしれません。でも良いところを取り入れて自分のものにするっていうのは昔から行われてきたことなので、実はそれも伝統ですね。昔で言えば中国からの思想を取り入れたり、鎖国中でも海外の物品等は日本に入ってきました。現在では例えばパソコンやスマホは海外の文化と言っていいだろうと思います。マイクロソフトやアップルが作ったものですからね。海外の映画やドラマも日本で見ることができます。この動画ではいつもスーツ姿ですが、日本の文化というと着物ですよね。では日本の伝統や文化を守るというのはどういうことなんでしょうか。この本の298ページには伝統文化を維持することについてこのように書かれています。成熟した世代から若い世代に絶えず知性の流れが維持されていることが極めて大切です。簡単に言うと、日本の伝統や文化を守るというのは親が子供に教え続けることです。ここの極めて大切という言葉ですね。この表現はかなり極まっていますね。これはもう究極的に大切なことですね。ここで日本の伝統や文化を守ることについて、マハリ先生が日本に向けてメッセージをくださいました。それを紹介しましょう。これはですね、超越瞑想の会員向けに送られてくる小冊子の月刊ユートピアです。こちらのですね、超越瞑想の本でも知識を得られますが、より詳しい話がいろいろと書かれているんですね。さて、これは2001年の3月号です。今から20年以上も前ですね。とても良い内容です。この中にマハリ氏の地球的世界平和の国の年を祝うという話があります。世界平和や自国の伝統文化についての特集です。この中にはですね、
マハリス先生からの日本人へのメッセージっていうのがあります。ちなみに日本に対しては非いずる国といつもおっしゃっていました。日本は極東の国、すなわち太陽が昇る東側に位置する国です。何かを始めるときに日本からスタートするということもありました。マハリス先生は日本人は悟りに対する深い知識を財産として持っているとおっしゃっています。日本はこれまでブッダの国で、日本の若者たちはこのブッダのレベルに達しなくてはいけないと述べられています。悟りのレベルに高まること、それはブッダの知識のレベルです。そしてここではですね、アメリカの影響を受けることで政治、経済、宗教など全てのレベルで生命を滅ぼしつつあるとも言われています。ここで誤解しない方がいいと思うのは、アメリカを否定しているわけではないということだと思います。日本は江戸時代には自立していました。その後戦争があったりして自信を失ってしまってアメリカ文化に憧れ、それを取り入れてきたのではないでしょうか。それはそれでいいのですが、日本文化をメインとして大事にしながらアメリカ文化を取り入れるということができればよかったのですが、いかんせん戦争に負けてからは敗戦国として今でも占領下にあるような事態になっています。これはもういろいろな書籍や YouTube などでも明らかになっていることですが、日本の行く道は外国によって決められてしまっている部分が多くあります。20年前のこの冊子にはですね、NATO のことにも触れられています。日本は NATO が辿ってきた道に従っている。日本はアメリカの奴隷であるという話もあります。日本にはアメリカに従ったリーダーシップを取らないようにとおっしゃっています。日本は自立して戦争を好む国に追従することなく別の道を行ってほしいと願っています。最近はドル離れでBRICSの国々も結束しています。現在 NATO の東方拡大が原因の一つとして戦争が行われています。これはアメリカ国民や関係各国の人たちが望んでいるというわけではなくて、それらのトップの人たちの考えで動いているということも知られています。日本には平和を期待しているとマハリ先生は言われています。この動画をご覧になっているあなた、ぜひこのことについても注意を向けていただければと思います。さて、ちょっと緊張を生むような話題でしたが、基本的に各国の伝統文化っていうのは楽しい気持ちになるものです。民族衣装、独特の音楽、食べ物、その地域で発展してきたものはその土地の人たちに受け入れられて続いているので、その土地に合っています。日本の着物は夏に涼しくて冬に暖かく、とても過ごしやすいです。今ドアの取っ手にですね、着物が引っかかってしまったり、日常生活にはちょっと不便なんですけれども、それは着物文化を無視して外国の文化を取り入れたためにそうなっているんだとも思います。着物はいつも着ているとさっと着てパッと脱げるんですけど、ある程度は手入れも必要ですし、着るのはちょっと大変かもしれません。伝統文化で大切なことはこういうところにも書かれているんですけれども、知性の流れが維持されていることなんですね。これは日本で言えばブッダの思想、いろいろなものに感謝し助け合い与え合うようなことでしょうか。議論や暴力で相手を負かそうとしたり奪ったりするような文化ではありません。世界中で平和的な考えを持つ人たちがいますので、日本文化とは言えないかもしれませんが、四方を海に囲まれた日本っていうのは独自の雰囲気はあると思います。ちなみにこの2001年の月刊ユートピアは、私がいるマハリ市群馬オフィスに来ていただければ読むことができます。ということで、日本の伝統文化を大切にしていくという話をさせていただきました。もしかするとそうすることで
他の国との文化の違いをより一層楽しめるかもしれませんね。すでに私を見て感じている方もいらっしゃると思いますが、あまり日本の伝統や文化について知らないことが多くあります。もしよければいろいろと教えていただければと思います。はい、今日の動画は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。またチャンネル登録やいいねもよろしくお願いいたします。皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルです。